他に次の曲がらないヘッドは何かないかって思ってる方もすごいいらっしゃると思うんですけど、まさにそれがこのタイプ R プラスのドライバーだと思います。始まりはここからだった。普通のラケットの場合、ボールが中央を外れると斜めに弾かれる。しかし中央に硬い素材がある場合、ボールはまっすぐ曲がらない。ロマロはこの曲がらない理論をドライバーに応用。柔らかいサスペンションに硬いチタンフェースを接合し、暴れる打点もまっすぐに、とにかく曲がらないタイプ R プラスドライバー、高 MOI のその先へ。おー、柔らかいですね。いや、先ほどの SXR と違って、もう単純にまず打感がかなり柔らかく包み込むような打感がもう SXS ですね。実は同じ素材を使ってる。こんにちは。大丸東京11階3スターゴルフスタジオの福本です。今回はですね、ロマロさん、こちらの、新商品が発売されるということで、ちょっと紹介していきたいんですけれども、ですね、今回すごいです。なんと、5月の23日にですね、ロマロさんから5つのモデルの発売があります。いやー、すごいですよね。5つモデル同時発売、なかなかないなと思うんですけれども、一応ですね、ドライバー、アイアン、ハイブリッドアイアン、そして、ウェッジにパターということで、かなり盛りだくさんとなっております。なので今日、主にドライバー、アイアン、ウェッジの説明を、していこうと思うんですけれども、ちょっと息切れしてしまうかもしれないですが、ちょっと僕はですね、今日パパパッと説明をしていきたいと思いますので、今日お願いいたします。そして、今画面にもですね出てると思うんですけれども、実は、ロマロさん20周年ということでですね、アベンジャーズのこのキャラクターモデルの CX アイアン、これが限定40セットで発売されます。でこれはですね、当店もすでに1セット確保してるんですけれども、もう本当全部で40セット限定という形になっておりますので、これはかなりもう早い者勝ちという形になっておりますので、もうこの動画見ていただいて、すごい欲しいなって気になったって方はもうすぐお問い合わせいただいた方がいいかもしれないです。こちらも5月23日同日発売になっておりますので、事前予約も受付中なので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、あとですね、今回説明をさっき言ったようにちょっと簡単にというかパパパッとしていくんですけれども、詳しく知りたいよという方は、コメント欄にこのアイアンドライバー詳しく知りたいですっていうのを何件かいただけたらですね、ちょっと期間は長くなっちゃうかもしれないですが、動画でもやっていこうかなと、反響があればですね思っておりますので、ぜひ気になった方はコメント欄にもお願いいたします。はい、ということでまずはちょっと1つ目からいきましょう。はい、こちらのですねタイプ R プラスドライバーですね。去年タイプ R プラスのフェアウェイユーティリティも発売されて、いよいよドライバーも発売されることになったんですけれども、まずは、すごいですね、メーカーさんからちゃんとした動画というかがありますので、そちらをですねご覧いただくともうすぐ分かるかなと、この良さがですねすぐ分かるかなと思いますので、メーカーさんから許可もいただいておりますので、まずはこちらの動画をご覧ください。世界初のダブルチタンカップフェース。その構造は外側に柔らかなチタンのサスペンションフレーム、その内側には硬いチタンのハードシェルフェースを組み込んだ。なぜこの形状にしたのか。開発はこの実験から始まった。ラケットをドライバーのフェースに見立て、一つはそのままの形、もう一つは中央に硬い素材を配置した特別なラケット。まずは普通のラケットの中央にボールを落としてみると、ボールはまっすぐ上に弾かれる。しかし外側に落とすとこんな風に斜めに弾かれてしまう。つまりフェース全体がたわむため、外側では直進性が失われ曲がりやすくなる。一方
中央に硬い素材を配置したラケットでは外側に落としてもまっすぐ上に弾かれる。そう、これこそが点ではなく面で捉えるフェース構造の大きなメリット。この理論をドライバーのフェースに応用したのがタイプ R プラスドライバーなのだ。たとえインパクトで打点が暴れフェースの中央に当たらなくてもとにかく曲がらない直進性を実現した。フェースの裏側にはロマロが特許を持つ銀合金を結合。独自の打感と振動を抑え高い打ち出し、適正なスピン量に貢献。さらにボディ構造は硬い、柔らかい、硬い部分で構成する三重構造。後ろから当たり負けしない高 MOI の強固なボディで強いインパクトを実現。完成モーメントを追求した高 MOI ドライバーが曲がらない技術として追求され続けておよそ10年。もう典型だけが曲がらないとは言わせない。とにかく曲がらないタイプ R プラスドライバー。ロマロがたどり着いた2つの新たな R ドライバー。タイプ R ドライバーは特殊熱処理で高反発フェースを適合化する技術を搭載。さらに10年以上の研究を経てロマロで愛されてきたフェアウェイウッドのフィーリングを継承しひたすら飛ぶドライバーに。そしてタイプ R プラスドライバーは高 MOI 技術の上にさらに曲がらないダブルチタンフェースを融合。コスト面で商品化をためらいがちな2枚分のフェースを贅沢に配置することで新たな価値を生み出しとにかく曲がらないドライバーとなった。2つの R であなたにとっておきの選択肢を。ロマロ。はい、ということで今ご覧いただいたと思うんですが、もうこういうことです。とにかく曲がらないドライバーになっているということで、動画でもあったので、僕もですね簡単にちょっと説明していきますけれども、本当曲がらないんですよ。僕もちょっと先ほど打ちましたけれども曲がらないし、曲がらないけどちゃんと距離もですね確保されてるっていうのは本当に僕の印象だったんですけれども、今やっぱり交換性モーメントヘッドってめちゃくちゃあるじゃないですか。でもう本当10年前からその交換性モーメントっていうのはすごい言われてきていて、やっぱり今もうそれだけ経ってルールが、やっぱり一応ありますから、左右ですねもう限界に来てるわけですよ。なのでもう交換性モーメントのヘッドのもう次ないのかなって、やっぱりこれでも曲がっちゃうよって方は当然いるんですよね。なので他のやっぱユーザーの方もですね、他に次の曲がらないヘッドは何かないかって思ってる方もすごいいらっしゃると思うんですけど、まさにそれがこのタイプ R プラスのドライバーだと思います。動画でもあった通り、本当にこの交換性モーメントヘッド、これも他社でいうマックスヘッドみたいな換算モーメントはあるんですけれども、それにプラスしてフェースで曲がらないようにしてくれてる、これがですねやっぱりすごい強みですよね。やっぱりフェースでやれることっていうのはやっぱりまだまだあるんだなっていうのは僕も実感しました。で、今回特別にですね、実はロマロさんの展示会が3月にあったんですけれども、その時にちょっと写真を撮らせていただきまして、それがこちらですね。はい、フレームのフェースのフレームの写真に、なっておりますという感じです。で、ここ見ていただくと分かると思うんですけれども、縁があると思うんですよね。で、これがやっぱり一般的なこのフェースインサートフェースのこのフレームの縁になっていると。で、これはですね本当に技術の進化もあって今でこそこういう形、これぐらいの縁になってるんですけれども、やっぱり前はもっとですね大きかったりとかして、こういう形になっているんですけれども、やっぱりですねこういう形状ですと
大体そうですね、今市場の8割ぐらいがこんな感じのインサートのフェースを採用していると思うんですが、やっぱりこれだとやっぱりそこまでこう飛びには強くないということで、やっぱりタメイカさんもカップフェイスを採用しているところも増えてきておりました。ただやっぱりカップフェイスもコストかかるので、ちゃんと本当飛ばしたいよっていう方はちゃんとお金をかけてですね、そういうカップフェイスのドライバーを選んでいただくとやっぱりちゃんとたわんで飛んでくれるんですけれども、今回のタイプ R プラスのドライバーはこのような形になってるんですよね。はい、一応テクノロジーの名前としてはダブルチタンカップフェースっていうのを採用しておりまして、そのフレームが柔らかいんですよね。なので、カップフェースにもなってますし、よりたわんで飛んでくれるんですけれども、見ていただくと縁がないんですよ。これがやっぱりすごいところで、それだけしっかりですね、このインサートの、フェースの部分でですね、しっかり押してくれるようにもなってくれるので、ここの違いっていうのは本当にでかいと思います。なので動画でも見ていただいたように、ボールをですねトランポリンを落として、そういった曲がりがなくなるっていうのは、やっぱりこのフェースでの曲がりっていうところの交換性モーメント、ある程度の交換性モーメントヘッドでこうプラスフレーム、フェースでできるっていうのは非常にですね曲がらないっていうのは僕も体感できました。でやっぱり僕も、実際に打ってみて思ったのは、まず交換性モーメントっていうのが今やっぱり他社ですと1万超えてるものとかあるじゃないですか。あれだとやっぱり、ちょっとですねスピンがかかってしまったりっていうのもやっぱどうしても出ちゃうんですよ。でもこれはそこまで交換性モーメントではないので、飛距離もスピン量もですねある程度落とせますから、やっぱり距離の伸びもいいですし、あとはある程度の操作というか振り感がすごいいいです。やっぱりこう交換性モーメントヘッドすぎるとヘッド返ってこなくて使わないとか、右すっぽ抜けみたいなのがやっぱりですね、フィッティングしててもそうですしやっぱあるんですけれど、これはおそらくですねほぼほぼそれないかなって感じです。やっぱりフェースで曲がらないようにしてくれてるっていうところなので、そこら辺の振り感の良さっていうのは非常にありますから、これは曲がらないヘッド探してる方はちょっとですねぜひ打っていただきたいなと思います。でこれをですね、このテクノロジーを実はアイアンにも搭載しているということで、ちょっとアイアンも早速説明していきましょう。ということでこちらが、タイプ R のアイアンとなっております。はい、でこちらも詳しい説明というか、こんなヘッドだよっていうのをメーカーさんから許可いただきましたので、動画をですねこれもちょっと見ていただきたいと思いますので、こちらもどうぞ。軟鉄アイアンにバックパーツがドッキングするという新技術。その結果、軟鉄の心地よい打感はそのままに、重心が深くなりチタンより飛ぶ軟鉄アイアンに、さらに特許技術ソール内部に重さを変えられるウェイトでプレイヤーの球筋をアシスト。軟鉄なのにチタンより飛ぶタイプ R アイアン誕生。ロマロの挑戦。チタンフェイスを超える軟鉄鍛造アイアンを作る。まずは飛距離。2017年に発売されたチタンフェイスのタイプ R アイアンを超えること。しかもそれは単に飛ばすだけでなく、高弾道とスピン性能を兼ね備えたアイアン。それを軟鉄で実現できるのか。そんな常識外れな課題に持てる全ての技術を注ぎ込み、ロマロは一つの答えにたどり着いた。それが、まずは最高の仕上がりの軟鉄鍛造のアイアンを作り、あえて後方に新たなバックパーツを装着。すると軟鉄なのにチタンフェイスより飛ぶ。そして軟鉄なのに高弾道でスピンがかかりブレない。難しいと感じていた軟鉄アイアンが圧倒的な優しさで生まれ変わった。全てのゴルファーにとってこのアイアンは武器となる。2025年モデルタイプ R アイアン、ついに誕生。
ロマロの伝統的なその顔つきはアイアンに求められる操作性や安心感を与えてくれる。もちろん今回も妥協はない。まずはネックからフェースまでの一体成形にこだわった軟鉄鍛造。そこにステンレス素材のディープパワーパーツをバックサイドにドッキング。この発想により重心をより深く低くでき、寛容性の向上とルックス以上の高 MOI ヘッドを達成。心地よい打感と飛距離を生む。そう、ゴルファーの誰もが感じる軟鉄鍛造アイアンのその難しさを全て払拭した優しいアイアンがここに誕生した。だがこれだけでは終わらない。ロマロだけが実現できる2つの革新的な技術を注ぎ込んだ。まず1つ目の革新はミスに強く高弾道に。バックサイドにはブレードとヒールにそれぞれウェイトを配置。ブレードウェイトは安定したスピンを生み、ヒールウェイトはつかまりをサポートし、ミスを防ぐことで高弾道を実現する。ウェイトは番手別に位置や重さを変える設計。長い番手はつかまりやすさ、短い番手は操作性を高めることで優しさをプラス。そして2つ目の革新は曲がりを抑えて飛距離を稼ぐ。特許を取得したロマロだけができる真骨頂。それはアイアンのソール部分にウェイトスクリューを入れるという設計。トゥーとヒールには異なる重さが配置できる。まずは標準のヒール側を重くするドローモード。スライス系の右に曲がりやすい球筋を直進方向にアシストすることで距離を稼ぐ。そしてトゥー側を重くするフェードモード。フック系の左に曲がりやすい球筋を直進方向にアシストすることで距離を稼ぐ。さらにヘッドを 10g 軽くする軽量モードはヘッドスピードを上げ距離を稼ぐ。自身のスイングにフィットするためチタンを超える飛距離が得られる。軟鉄鍛造アイアンの打感をそのままにバックサイドを合体させることでユーティリティ並みの寛容性と高 MOI ヘッドを両立、最大限の優しさを実現した。軟鉄なのにチタンフェースより飛ぶ。軟鉄なのに高弾道でスピンがかかりぶれない。このチタンフェースを超える軟鉄アイアンをぜひあなた自身で確かめてください。このアイアンがあなたのゴルフを変える。ロマロ。はい、ということで、見ていただいた通りですね、このタイプ R のアイアンというのは何といっても特許取ってるこのインナーウェイトの部分ですよね。これがやっぱりですねすごいと思うんですよ。で今実はちょっとこれは実物あるんですけれども、これが、ウェイトになります。はい、でこれが実際ヘッドにこう入っているような形になるんですけれども、通常ヒールが重くて、トー側が軽いっていうのがスタンダードのもので入っております。でですね、別で逆のヒール側が軽くてトー側が重い、フェードモードになるよ
っていうのもついてるんですよ。でこれは別売ではなくて、もう皆さんにアイアンでの弾道のその変化がしっかり味わえる、それをですね皆さんにもしっかり体感してほしいということで全部のヘッドについてきます。これなかなか珍しいというか、ロマノさんなかなか粋なことするなと思ったんですけれども、これでなので単品でも27,000円なんですよ。ウェイト全部ついてきてですよ。今でこそそのドライバーで弾道調整できるっていうのはまあまあ普通になってきてるじゃないですか。でもアイアンで弾道調整できるっていうのは正直他にはない。やっぱりもうこれ特許取ってるので、もう本当ロマノさんだけかなという感じなので、これはですねぜひ、僕もフィッティングで活用していきたいですし、皆さんにも打っていただきたいなと思いますね。で一応補足としてはこれだけではなくて、実はドライバー用のウェイトも当側に入れることができるんですよ。なので、これは別売にはなっちゃうんですけど、ただその組み合わせはかなりできるので、ヘッドの重さのコントロールもできるし、捕まり度合いも結構コントロールできるんじゃないかなっていうのはあるので、ぜひ皆さんやってみていただきたいなと思います。あとはこのアイアンですね、今回から単品売りがあります。さっき27,000円って言ったんですけれども、これが単品売りの値段ですね。アプローチから4番まで出てるんですけれども、全部単品売りが可能になっていて、これは受注センサーになるんですけれども単品売り可能で、それは27,000円。ただ、通常通りのセット売り、4本以上ですねのセット売りですと25,000円っていう形になってるので、そこはそれで、ちゃんとセット売りで値段も設定してくれてますから、良心的かなという感じです。なのでこれだけの性能、機能がついていて、やっぱり最近の、ナショナルメーカーさんのヘッドも結構高くなってきているので、その価格でできるんだったらこれはですねやっぱり皆さんの選択肢の一つに入ってくるんじゃないかなと。でやっぱり何といってもこれ優しいんですよ。見た目めちゃくちゃかっこいいんですけれども、ソール幅もそんなにこう狭すぎずに、ある程度こう優しさも出てきてくれているので、飛びと優しさもやっぱさっきのドライバーと同じようにですね、このタイプ R のアイアンも出てくれているということで、これも機能的な部分も含めてですけれども、ぜひ皆さんに体感していただきたいと思います。あとですね、すみません、最後にちょっといいの1個忘れてたんですけど、先ほどちらっとこのドライバー用のフィッティングウェイトでつけられますよって話したじゃないですか。これもう軽量の 1g ってやつがあるんですけど、本当最軽量で実はこれを 1g だけ入れると 9.5g ヘッドとして軽くなるんですよね。ということはレディースアイアンみたいな、重さになってくれるので、やっぱりヘッドスピードがあまりない方とか、本当シニアレディースの方でも使えるアイアン、その軽量体のモデルになってくれるっていうのがあるんですよね。なのでかなり幅広い人がそういった意味でも使えるなと思いますし、あともう一個、さっきフェードモードの話とかしたじゃないですか。でそもそもこれがもともとヒール重くてトー側が軽いっていうのがついてるんですけど、これがやっぱりもともとその捕まる度合いって重心角っていうのがあるんですけど、ちょっとごめんなさい分かりづらいかもですけど、これが重心角ですね。はい、でこれアイアンの中ではやっぱついてる方なので、もともと捕まりやすい設計になってくれてるんですよ。でフェードモードにすれば当然ちょっとこんな感じで、重心角当然変わるんですけど、すっごい面白いのが、これさっき言った軽量モードで抜くじゃないですか。ってことはヒール重いものがなくなるので、じゃあ重心角変わって捕まらなくなるのかなって思いきやですよ、抜いても重心角変わらないように設計されてるっていうんですよ。これわけわからないというか、作った人も本当すごいなって思うんですけど、なので何が言いたいかというと、さっき言ったレディースシニアの方やっぱり捕まえたいじゃないですか。でも抜いてもちゃんと捕まってくれる仕様になってるので、もうこれはご安心くださいという感じですよね。ですからもう本当に幅広い方使えるっていうのはもうこのアイアンの特徴ですし、あとこれフィッティング用に、さっきもちらっと言いましたけど、フィッティング用に本当に使える。でこれからやっぱりこのヘッド1個あればかなりですね、フィッティング用としてこれがフィッティングの基準となってくるんじゃないかなと思ってます。僕もこのアイアン今度ですねシダが入荷してくるので、それこそうちでも本当にフィッティング用としてかなりですね使わせてもらおうと思ってるんですけれども、これフェードモードにするって言ったじゃないですか。ということは捕まらなくなるわけですよね。それでもスイングによっては捕まらない仕様にしてるのに、そのヘッドの重さがこうちょっと起因して
ちょっとこうこねくり回しちゃう方とかはそれでも捕まえに行っちゃって逆にこうフェードにならないなんていうこともやっぱりスイングとしてあったりするんですね。それは重さに反応してしまったりするから。ということはこのヘッド一つだけでもそのスイングの傾向が自分がちゃんとプレーンというかスタンドなスイングしてるのか、これで捕まんないんだったらやっぱり自分はちょっと手を使いがちなのかなみたいなところまでこのヘッドで分かっちゃうっていうのはもう今度の本当それこそフィッティングの基準アイアンみたいな感じになってくると思うので、これはですねもう本当にロマノさん特許取ってる、もう本当にバック多いな。これはなのでもうロマノさん特許取ってますけれども、このフィッティング用のアイアンといっても過言ではないものになってますので、今後これは僕も大注目して活用していきたいと思います。ということで今度は最後ですね、ちょっと今日説明していくのは最後になるんですけども SXS ウェッジの説明をしていきたいんですが、僕が今こっちの左手に持っている方が SXR ということで、今、ロマノさんは SX シリーズの中でも 5個のモデルですか、すごいですね。今日はこの SX シリーズの2大看板 R と S のちょっと解説というか説明をしていきたいと思いますので、まずはですねちょっとこの動画をご覧いただきたいと思います。それでは、SXR の58度を打っていきます。気持ちダフりましたけれどもやっぱり助けてくれますね。やっぱり SXR はロマノさんのウェッジって SX シリーズと、アルコバッサシリーズっていう形でピン系そして球を上げてくれる系みたいな感じで分かれてるんですけれども、その中でも SX のシリーズなのでスピン系なんですよ。でもその中でも結構ですねオートマチック系というか本当優しさのあるスピン系ウェッジみたいな感じなので、今みたいにちょっとダフり気味でもやっぱハイバウンス系であるので助けてくれますし、あと今ちょっと打感はですね打っていただいて伝わったかあれですけれども芯の残る打感になってるんですよね。なので、S20C っていう素材は使ってるんですけれどもそういった打感で、自分で結構コントロールしていけるような感じなのかなっていうのが SXR ですね。では続いて SXS の58度打っていきます。これ本当に柔らかい。ちょっともう一球いきますね。ちょっと今薄かったですけどこれは思ったよりも柔らかいですね。ちょっと他のメーカーのやつでもこれですね、ちょっと打っていきたいと思います。はいはい、こんな感じの打感ですよね。ちょっと今度別のメーカーさんのスピン系のウェッジでもう1球だけ。やっぱりそうですね。かなりこのロマノさんの SXS 相当柔らかいですね。ちょい噛みぐらいですけれども、いやスピン系ウェッジでこんだけ柔らかいのは結構本当に驚きというか、言ってる営業担当さんが言ってるだけかなっていうのは若干思ってたんですけど本当に柔らかいです。で先ほど打ったですねこっちの SXR と比較してもかなり打感の違いは確かに分かるなって感じだったんですけれども、その営業担当の方もですねもう必ずこの SXR と SXS は打ち比べてくださいっていうのを言われてたんですよね。その意味がもう打ってみてもう初めてちゃんと分かりました。やっぱり同じ素材をですね使ってるんですけれどもロマノさんのその熱処理のその仕方の違いでこれだけ打感が違うっていうのは正直驚きでしたね。こんなに変わるんですね。なのでそれだけやっぱりロマノさんのその技術の高さっていうのは伺えるなっていうところなんですけれども、ちょっと前に CX のアイアンが出てその時に S20C と25C っていうのがちょっとその違いで出ていたものを、20C の方をすごいですね熱処理のかけ方で打感柔らかくしたっていうのがちょっと流行ったんですけれども、ウェッジにおいてはやっぱりスピン系ウェッジだと重心が高くなるのでどうしてもちょっと当たりが
なんですかね、薄くなっちゃうんですよ。それはもうしょうがないことなんですけれども、それをそのスピン系ウェッジでこんだけ打感柔らかくできるっていうのは、もうこれは他にはもう本当今ちょっと打ち比べましたけど、なかなかない打感ですね。なのでそのちょっと中上級者向きっていうそのカテゴリーにはなるんですけれども、ソール幅もそこまでめちゃくちゃ狭いわけではないですし、本当セミオートマみたいな感じで使っていけるようなウェッジなのかなっていうところなので、結構幅広い感じで使っていただけるんじゃないかなと。ただやっぱり SXR の方がバウンス効いてるし、優しさは僕も打っててあるのかなと思うので、そこはもちろん打ち比べていただきたいんですけれども、スピン系で打感やっぱ柔らかいの欲しいなって思ってる方はもう間違いなく SXS はもう第一候補に入ってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、もう今の動画見ていただいたことで S と R がどんなウェッジなのかはもう分かったかなと思います。でまとめますと、こちらの SXR がオートマチックヘッドということで、バウンスも効いてて優しく打てるんですけれども、本当にこのウェッジ自体がスピンかけたいけどこうウェッジとしてうまくアプローチできない、うまく打てないなっていう方にまずは僕も本当おすすめしているアイアンなので、アプローチ苦手でスピンかけたい方はもう本当使っていただきたいなっていうウェッジ。そして SXS、 こちらが中上級者向けで、セミオートマっていう感じのヘッドなんですけれども、とにかく打感が柔らかい。なので、今本当にいろんなスピン系のウェッジを使っていて、やっぱり打感が柔らかいのがいいなって思ってた方結構いると思うんですけれども、そういう方にぴったりなもうウェッジっていう形になってます。であとはヒールバウンスがちょっとあってっていうのもあるんですけど、そこはちょっと今日詳しく説明しないですが、あとロフトも46度から両方とも出ておりますので、角度的にもですね結構そのロフトのピッチ的にも合わせやすいかなという感じなので、どっちもそういった意味では使えると思います。で、ウェッジまで今説明させていただいたんですけれども、アイアン型のハイブリッドのバリスタとパターはちょっとですね今現物がないんですよね。萌えさんちょっといいですか。はい。こんにちは。こんにちは。はい。で、はい。今クラブ何使ってましたっけ。今ロマロのバリスタをアイアン使ってます。そうですよね。はい、そうなんですよ。バリスタ、アイアンでの愛用者ということで、そうです。はい、ちょっと今お呼びしたんですけれども、今アイアン使っててどうですか。アイアン使ってて、いやめちゃくちゃいいです。で、何がいいかっていうと、結構捕まらないんですけれども、捕まえてくれます。はい。で、あとロフト以上に結構距離も飛んでくれるので、そうですよね。そんなにヘッドスピード出ない女性、私にとってはかなりいいかなっていうところで気に入っております。本当バリスタユーザーで、使ってるんですけれども、実はですね今度、今ちょっと動画で説明してたんですけど、アイアン型のバリスタがハイブリッドのですねバリスタが出るんですよ。らしいですね。もうご存知で、それはそうですよね。ということで、ですねそれが噂によると、まだ僕も打ってないんですけど、結構アイアン型のハイブリッドって球上がりづらかったりするじゃないですか。どうしてももう普通のハイブリッド、ウッド系の型のものと比べると、でもちゃんと球も上がってくれるし、もちろん飛んでくれるっていうですね、本当に優しいアイアン型ハイブリッドが出る、バリスタで出るんですけども、どうですか。そそりますね。そそりますよね。かなりそそりますね。で、見た目今写真でも出てると思うんですけれども、やっぱりかっこいいですし、かっこいい。うちもシダがですねゴールデンウィーク前にはおそらく入るんじゃないかなということで、萌えさんには入ったらすぐにシダしてもらってセッティングに入れるんじゃないかなということで、そういった感じでですね、そのバリスタのアイアン今使っている方とかにももちろん合わせることはできるというか、合わせてもらったらいいかなと思いますし、あとやっぱりウッド系の見た目のものが苦手とか、あとはウッドだとやっぱり我々フィッティングしてて、ウッドのその UT だと全部捕まっちゃうって人も結構多いですよね。結構多いです。いや本当に多いです。なのでやっぱり
アイアン型の、今回優しいものではあるんですけれども、ウッド系に比べるとそこまで捕まりすぎるということもないですから、アイアン型のもので優しく打ちたいっていう方には本当おすすめのものになるんじゃないかなと思いますので、楽しみです。ぜひ、試してみてほしいですね。ということで、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、あとはパターなんですけれども、パターもですねちょっと現物なので今写真でご覧いただいてるんですけれども、面白いのはタイプ S ですね。今回タイプ3種類出るんですけれども、S は限定でですね、リミテッドでオーロラと、ローズブラウンっていうのが出ます。でこれ僕展示会で現物見たんですけど、このマットな仕上がりなんですよね。なので反射もないですし、結構かっこいいです、見た目的にも。なのでこの限定のものもうちですね、一応1セットずつなんとか確保しましたので、これもですね見たいよっていう方はぜひご来店いただければなと思いますし、あと、パターも含めてですけれども、在庫しているものもあれば、あとシダはパター以外ですね、パター以外は全部うちにシダクラブ入ります。入るので、全部気になったものはお問い合わせいただければ、フィッティングじゃなくてもシダだけでも全然受け付けておりますので、ぜひですね当店までお問い合わせいただければと思います。あと、当店じゃなくても、ロマノさんのですね取扱店でシダできるところがあればそちらで打って今日ですね説明したものは皆さんにぜひちょっと体感していただきたいなと思います。ということで、今日ですねちょっとバーッと説明させていただきましたが、5月23日に、5つのモデルが新しくロマノさんから発売されるということで、皆さんもですね楽しみなんじゃないかなと思います。でまたちょっと詳しい部分とか、今日の動画で大体分かったかなと思うんですけれども、より深掘りしてほしいみたいなものがあれば、先ほどみたいにちょっとコメント欄でこのドライバーもっと詳しく教えてほしいなとか、そういうのがですね、3人5人ぐらいとか、コメントで集まれば僕もちょっとやっていきたいなと思いますので、ぜひコメントもお願いいたします。そしてまたこのようなですねギアの動画だったり、いろんな動画をですね今後も上げていきたいと思っておりますので、チャンネル登録をしていただいて次回の動画もお楽しみにお待ちくださいませ。それではご視聴ありがとうございました。